チート級の上達法、お伝えします。質問来ております。20代沼田さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。沼田と申します。いつも書くことに前向きになれる動画を投稿いただきありがとうございます。質問です。絵が上手くなりたい。その熱い気持ちはあるのですが、私が目指すべき理想が見えてきません。というのも、商業誌のような、キャラクタースチルのような、キラキラした印象のイラストが描けるようになりたい。絵の印象が強く、世界観のある厚塗りも素敵。コントラストが強く、いい絵が写実的な絵が好き。可愛い絵柄が前面に出る。いわゆる平面的で、色の組み合わせが絶妙な絵に憧れがある。などと、あれもこれもと目移りしてしまいます。私は絵を描き出す前には、感性に突き刺さるイラストや、上手なイラストを参考にして、完成イメージを探します。しかし、ピン止めしているものの作風や彩度、印象がずれているため、一体何を参考にすれば自分が満足できる作品を描けるようになるのかわかりません。私は絵を趣味で描き続けて10年ほどになります。あまり上手くはありません。そのため、絵を本業にしたいとは思っていません。ただ、他人に、この絵上手いな、この人に描いてもらいたいな、と思ってもらえる絵が描けるようになりたいです。そして私自身も、私はこんな作風が素敵だよね、と思えるような絵が描きたいです。こう描けば、なんとなく上手く見える、というごまかしのイラストをゴールとしたくはありません。本格的に絵が上手くなりたいのです。これから先、どういったことに注力し、何を理想として描けば、上達への近道となるのでしょうか。また、私の考え方に誤りがあればご指摘ください。ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。なるほど、なるほど。僕が沼田さんの質問を聞いた印象だとですね、今ははっきりとこういう絵が描きたいという理想のようなものはまだない。または散漫なんだけど、でも、仮染めの小手先のテクニックだけを磨きたくはないと。だから、いざこれって決まった時にすぐに応用可能な基礎レベルを固めるようなテクニックを教えてほしい。しかもそれが上達への近道になっていてほしいわけなんですね。なるほど、なるほど、わかりました。こういうね、理想を言えば、オールマイティのあれもこれも高レベルでうまく描けるようになりたいという感じの方、たくさんいらっしゃると思うので、そんなに珍しい質問じゃないと思います。聞く人が聞けばね、そんな甘い方法ないよって怒る人もいるかもしれませんが、僕が思うにですね、そんな沼田さんのわがままを叶える魔法のテクニック、実はあります。それはですね、ビネットイラストを描くこと、そしてそこに厚塗りのテクニックを加えること、この2つを練習していくことで、オールマイティ特化型の上達ができるようになると思います。なぜかというと、ビネットイラストを描くっていうのは、要するにキャラクターと背景、これを一緒に練習できるイラストなんですが、それと同時にね、描く範囲を限定できる手法なんですよ。なので、キャラクターと背景どっちも描いてるんだけど、絵としては比較的短時間で仕上げることができる分、高速で何枚も描けるんですね。この背景とキャラクターを何枚も何枚も描くというのが沼田さんが目指すオールマイティ特化型の基礎力をつける点においてはすごく最強なので、まずはビネットイラストを大量に描くのがいいと思います。作風がね、いろいろ憧れがあるっていうことなので、別に無理やり統一しなくていいです。今回のビネットイラストはこの作風、今回はこの作風っていう風にね、もう何枚も何枚も描いてください。で、さらにそこに厚塗りの手法を取り入れること。これがね、僕はいいと思います。なぜかというと、沼田さんは密度があって世界観がある、コントラストがついている厚塗りにも惹かれるとおっしゃっています。なので、厚塗りも同時にね、練習しておくことで、キャラクターに存在感とか立体感をプラスして、どんな絵柄にも仕上げられる対応力を身につけることができるようになると思います。一方でね、平面的な絵もいいっておっしゃっていますが、今から紹介する厚塗りの手法は、途中でやめちゃえばね、平面的な絵にも仕上げられる手法なので、お伝えする方法で練習することで、どちらにも対応できる、オールマイティな能力をぐんぐんとつけていくことができるようになると思います。上達法1、ビネットイラストを描いてみよう。ステップ1、立方体を描く。それでは早速、ビネットイラストの描き方について解説していきます。ビネットイラストというのは、一言で言うと箱庭のようなイラストです。キャラクターが中心にいて、足場にちょっとだけ背景がついている。昔流行った食玩のようなイラストですね。まずはですね、キャラクターを配置するための台座のあたりを描いていきます。ここでは一番簡単な例として、立方体を描いていきましょう。これだけです。はい。このステップは超簡単です。このステップのコツは、必ず立方体の上の面を見えるようにしておくことです。真横からとかではなく、少し上から見た立方体を描いてみてくださいね。こうすることで、キャラクターを設置した時に、きちんと接地面が見え、キャラクターがそこにいる感じが生まれます。ステップ2、キャラクターを配置する。
さあ、それではですね、とりあえず台座にキャラクターを配置してみます。この段階ではですね、特に深く考えずに何パターンかキャラクターに良いポーズを取らせてみます。はい。コツとしては、最初は棒立ちのポーズでもいいんですが、慣れてきたらこのように片足を何かにかけていることを想定したポーズにしたり、ちょっとジャンプしていたり、逆に何かに座っているようなポーズにすることです。こうすることで、ビネット、下の台座部分との関連性が高くなって、絵の一体感がアップするからです。ステップ3、キャラと台座をつなぐ。はい。こんな風にポーズをつけてみたんですが、ただですね、ポーズをつけてキャラクターを描いたこの段階では、台座とキャラクターが完全に分離したような状態になってしまっていますよね。ほら、このイラストなんて、キャラクターが完全に浮いた状態になってしまっています。これではちょっとビネットイラストとして成立しないんでですね。なので、片方上げた足や、座ったポーズと台座をつなぐためのパーツを考えてみます。例えばこのように、足をかけるためのこんな出っ張りをつけてみたり、座るためのクッションや椅子になるようなパーツをイラストに書き入れていってみます。はい。こういう階段みたいなパーツを足してもいいですね。こんな風にキャラクターのポーズが自然に見えるように台座の上に自由な立体をちょい足ししてキャラクターが台座から浮かないように繋いでみましょう。ステップ4、シチュエーションを考える。次はね、想像力を働かせます。前の段階で描いたキャラクターと台座をつなぐ出っ張りの部分、それと下の台座部分を具体的に何にするのか、イラストがどんなシチュエーションになるのかですね。これを考えていきます。さあ、ここは頭をフル回転させてください。この出っ張りは何にしようかな。何に座らせたらこのキャラっぽいかな。出っ張りをこの木の枝にしようかな。いやいや、サーフボードなんてどうだろう。なんていう風に考えをあれこれ巡らせてみてください。今画面に書いてある図形を並べながら、あなたの想像できる中で最高のシチュエーションをこの図形に当てはめていきます。ここがですね、ビネットイラストを描く上でちょっと難関なんですが、でもね、同時にとっても楽しいポイントですよ。どうしよう。これもいいな、あれもいいな、と、いろいろなパターンをね、考えてみてくださいね。ステップ5、キャラクターを描く。はい。次はですね、今想像したキャラクターの姿を色を乗せて描いていってみましょう。いきなり色を乗せていくのが怖い人は、白黒やグレーから描いていくのもいいと思います。今回僕はキャラクターの色の設定ができていますから、いきなり色を乗せて描いていきます。ちなみに今回はね、動画で紹介するためにこんな感じで、きちっと順序立ててイラストを描く手順を示していますが、キャラクターを描いてから台座を描いたり、台座を描いてからキャラクターだったり、あるいは同時に描いていくのも全然ありです。慣れてきたら自分で描く順番をアレンジしちゃっても全然 OK ですよ。ステップ6、台座を描く。さあ、お待ちかね。ビネットイラストの醍醐味。台座を描いていきます。この部分ですね。このパートは、この世界観を表現できる部分。遊び心が一番発揮できる、ワクワクする部分です。皆さんの想像をたくさん働かせて、楽しい仕掛けをいっぱい盛り込んでほしいです。例えば、ここが地面だったら、下にモグラがいても楽しいですし、化石がね、埋まっていてもいいですよね。お城なら、綺麗な装飾のある階段が設置されていても素敵ですし、いろいろ表現できること、盛りだくさんな部分です。今回のシチュエーションは海なので、トビウオが一緒に水の中から飛び立っている。そんな感じにしてみました。そしてこんな風にですね、ちょっと台座のシルエットがただの四角形だけだと寂しかったりするので、波の形状や魚のシルエットなどうまく利用しながら真四角のシルエットを崩してあげても楽しいシルエットになりそうですね。この辺は慣れてきたら工夫してもいい部分だと思います。最初はね、全然四角いシルエットのままでも OK ですよ。ステップ7、背景を描く。さてさて、だんだんイラストが仕上がってきましたね。ですがまだちょっとだけ絵が寂しい感じがしますよね。これはまだ台座の上にキャラクターしかいない状態だからです。これを解決するには、キャラクターの後ろの部分にもですね、普通のイラストでいうところの背景を盛り付けてあげることで、このビネットイラストの世界を広げると同時に、イラストとしての完成度をグッとアップさせることができるんです。ここでのポイントとしては、背景のボリュームに気をつけることです。あまりにね、大きい範囲で背景を描いてしまうと、箱庭っぽくて手に収まりそうな感じが損なわれてしまうので、キャラクターの一部のシルエットが見えるか、大きくてもキャラクターを覆う程度、そのぐらいのボリュームで描いてあげると、ビネットイラストらしい箱庭感が出ると思いますよ。はい。こちらでビネットイラスト完成です。
冒頭でも言った通り、背景もしっかり書き込んで、世界観を膨らませることで、キャラクターと背景の両方を描く必要のある、スチル絵の能力も育てることができますが、ビネットイラストはこのように絵の一部を切り取ったような絵作りが特徴なので、その分スチル絵よりもね、素早く一枚を仕上げることができます。なのでその分、何枚も違うシチュエーション、違うキャラクターの絵を描くことができるようになるので、絵の上達にはね、本当にうってつけなんですね。ぜひビネットイラスト、練習で使ってみてくださいね。上達法2、厚塗りを取り入れてみよう。さて、次にオールマイティーな上達をしたい方に取り組んでほしい練習法は厚塗りです。さっきのビネットイラストに厚塗りの要素を掛け合わせることによって上達と表現力を共にアップすることができるようになると思います。ステップ1、簡単な厚塗りのコツ。はい。それでは早速始めていくんですが、厚塗りを簡単に失敗なくいい感じに完成させるためのコツ。もう初めに言っちゃうんですけど、それはですね、アニメ塗りから描き始める。これです。よくですね、厚塗りだからといってこんな風に、いきなりね、最初から絵の具を塗り重ねるように描いていく人がいるんですが、これはですね、上級者ならまだしも、初心者がこれをやってしまうと、いつまで経っても完成しない。もしくは、絵をまとめることができなくなって、最終的にはボツみたいな感じになりかねないんですよね。それを防ぐためにはですね、もう普通にアニメ塗りから描き始めちゃう。つまり、さっきのビネットイラストの延長線上に厚塗りもやっちゃうってことです。はい。この練習法めっちゃお得でしょ？ステップ2、まずはアニメ塗り。はい。ということでね、まず普通に下書き、線画、そしてアニメ塗りという手順で進めていきますね。ここは特にいつも通りの手順ですし、他の解説動画でも詳しく説明していますので、足早にサクサク飛ばしていきたいと思います。それとね、いつも聞かれるんですが、僕はイラストの制作には、Photoshop か Clip Studio Paint、そのどちらかを使っています。僕のね、使い分けとしては、クリスタは線画と色分け、Photoshop はそれ以外全部という感じの使い分けが多いですね。はい。このように着彩をしておりますが、ここではさっき言った通り、アニメ塗りです。下地になる色をバケツツールで塗っていきつつ、影やハイライトもつけてね、特に厚塗りを意識することなく、ベタ塗りで仕上げていきます。はい。こんな感じで、下地となるアニメ塗りが完成しました。これをベースにですね、ここから厚塗り風に仕上げていきたいと思います。ステップ3、両線を強調する。さて、ここから少しずつ厚塗りの域に突入していきますよ。次はですね、両線を強調していきます。両線って何？っていう人のために軽く説明すると、両線というのは面と面の境目の部分。形がね、カクッと折れ曲がる境目のことを言います。もっとわかりやすく言うと、光と影の境目の部分ですね。ここに、今度は少しだけボケ足がついたようなブラシで、ちょん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 ってね、こんな風にタッチを追加していきましょう。こうすることによって、面と面の変わり目が強調できるので、先ほどよりも、より立体感がプラスされるわけです。全部の両線にね、すべてタッチを入れていく必要はないですよ。あくまで強調したい場所を選んで、タッチを追加していくのがポイントです。こんな少しの手数だけで、絵の分厚さがアップさせることができちゃうってわけなんですね。ステップ4、グラデーションをつける。さて次は、これもさらに絵の立体感をプラスする方法なんですが、グラデーションをつけていきます。まずは影のグラデーションです。先ほどと同じように、キャラクターの上に定山レイヤーを追加したら、かなりボケ足の強いエアブラシのようなブラシでですね、こんな風にふわっと影のグラデーションを追加していきましょう。今、ベタ塗りになっている影の調子を増やすようにですね、より暗い部分をさらに暗くするような意識で影を乗せていきます。今描いているのは女の子なので、そこまで強い影を乗せていきませんが、この影をより強く乗せれば、さらに重厚で重々しいザ・厚塗りに仕上げることができるでしょう。そして次に光のグラデーションも乗せていきますね。今度はハードライトレイヤーかオーバーレイレイヤー、どちらでも構いません。これを追加して、今度は光が当たっている部分にね、ふわっと優しいタッチで光を加えていきましょう。はい。光と影のグラデーション、両方乗せ終わりました。このグラデーション効果、結構ね、大きいので、オンとオフ切り替えてみましょう。はい。どうですか？結構これがあるのとないのとでは、立体感に差ができるでしょ？ステップ5、色トレ。
はい。そして次に、線の色トレースですね。今書いてある線画は完全に黒で書いてありますが、この線をね、塗ってある色に馴染ませていきましょう。やり方は簡単です。今画面に表示してある線画以外のレイヤーを全部コピーして統合しちゃいます。そしたら、これをぼかしフィルターで少しぼかしますね。こんな風に。その後で、今度は線画レイヤーにクリッピングしちゃいます。透明度 20% から 30% ぐらいまで下げてあげれば、ほら、簡単に線画を色トレースすることができちゃいました。ちょっとね、動画だと分かりづらいと思いますが、こんな風にオンとオフ切り替えてみると、はい、色トレの線が馴染んでいるのが分かると思います。ただね、これだけだと全体にまんべんなく色トレがかかっている状態ですから、もっと線を馴染ませたい。逆にここはもうちょっと濃くしたいっていう部分をブラシで直接調整していきます。はい。色トレはこんな感じですね。ステップ6。線画を塗り込む。はい。そしたらね、もう下地は整いました。ここからはお待ちかね。厚塗りタイム。はい。といってもね、ここまでで下地はもうバッチリ整っておりますので、ここでやることは結構シンプルですね。線を色に塗り込めていくです。いやもうね、厚塗りか厚塗りじゃないかの違いなんて、大雑把に言えば線があるかないかという部分が大きいんですね。今までやってきたぐらい立体感をこれでもかって強調した後だったら、あとはもうね、線を色に馴染ませていくだけで、このイラストはもう厚塗りに見えちゃうんですよ。ブラシはどんなブラシでも構いませんが、透明度 50% ぐらいにして、半透明なタッチを何度か重ねてですね、線を色に馴染ませるようにペタペタと塗り重ねていきましょう。ここはね、もうやればやるだけ完成度がぐんぐん上がっていく部分です。きっと時間を忘れて絵に没頭できる瞬間かと思いますので、楽しんでペタ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 塗り重ねをしていきましょう。といったところで厚塗り完成です。アニメ塗りの絵から厚塗り風の絵を仕上げることができました。はい。いい感じでしょ？これなら失敗なく厚塗りのイラストを完成させることができるような気がしませんか？ということで、今回はオールマイティーな上達をしたい人は、どんな絵の練習をするのが上達への近道になるのか、僕なりに練習法をお伝えしてきました。ビネットイラスト、そしてそこに厚塗りの手法を加えることで、どんな場面にも対応できる、オールマイティーな能力を育てていくことができるようになると思います。ぜひ、早く成長したい、対応力も身につけたい、という人はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それとですね、もっと各工程を詳しく、順番に、そして丁寧な解説が聞きたい。1万円を描くための各段階ごとにコツを知りながら仕上げてみたいという方はですね、僕が Vimeo から出しているこちらの動画講座、1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムがおすすめです。興味がある方はこちらもぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。